深いな。赤ちゃんとファースト海外はどこ行きます？すごいお母さん感丸みが帯びて全然仕事辞めれるって感じパパママになってから夫婦関係に変化はあります？それはなんか息子がいることでもっと幸せになった。こんにちは、上野ありさです。今日はですね Q&A、 月に一度の Q&A ということで撮っていきたいと思います。なんか後ろが今日も散らかってます。でここにタンスを見えるかな、タンスを買ってこれ上おむつ台にしたりとか、ベッドルームも息子仕様にまとまってきた感じなんですが、今日のリップはヒンスのリップティントミニのローココ、こんなミニサイズ先日送っていただいたものです。塗りたてはブラウンっぽいんだけど、どんどんちょっと赤みが出てくる感じだね。はい、では、今月も質問たくさんありがとうございますということで、ピックアップしていきたいんだけど、まずタイマーを30分にかけます。ちょっと今ね仕事をガツガツに入れてしまっていて、もう納期がギリギリなものがたくさんで今週めっちゃ忙しくて、なのでちょっとね今回も30分で切り上げなきゃいけないって、この後もやらなきゃいけないことがたくさんあるのでタイマーつけて、皆さんからの質問お悩み拾っていきたいと思います。今回もすごい量ですね。ありがとうございます。じゃあ早速いきます。ビール好きのアリサさんが妊娠中に飲んでいたノンアルドリンク知りたいですということで、私ね妊娠中ね飲みたいってなんなかったんだよな。たまになったけど、むしろ飲みたいって思ったのはビールはそうだけど、あと白ワインやっぱ美味しい。結構外食めっちゃ行ってて、最後の方とか特にそうするとさ、イタリアンとか食べてると美味しい白ワインが飲みたいとかさ、そのくらいで特にその飲みたい欲もなくって、なんかノンアルビールとかちょっと飲んだりしてたけど、別になんか飲まなくて炭酸水でいいやみたいな感じでした。なのでそんなに妊娠中にこれ買いだめたとかいうのはなくって、たまーにノンアルビール飲んだり、外食行った時にノンアルビール飲んだりだけど、結構別にお茶とかが多かったかな。なんか季節もあったかもね。私そのがっつり今みたいな季節妊婦じゃなかったからっていうのもあるかもしれません。これから夏着たい服は柄とかありますかってファッション系の質問ですね。もともと私ずっとファッションをやっていたのに、最近ファッションづいてないっていう感じなんですけど、夏着たい服はあるけど、今で言ったらさ、ローライズのそれこそサブリナパンツとかにピタッとめのトップスとか、そういう Y2K っぽいのまだ全然可愛いしいいなと思うんだけど、やっぱ産後に着れるカテゴリーじゃないっていうか、だから多分産後着られないかなっていう感じでなんだけど、あと腕もさ、なんか他の動画で言った、これの後に出る動画かなで言ったんだけどさ、もう腕とかもさ、もともと太いし、私腕に超つきやすいのね。のになんかもうやっぱ産後すごいお母さん感丸みが帯びて、腕がもっと太くなって、でも全然もう出してるんだけど、それで隠すと、例えばワンピースを着たくて下になんかレイヤーすれば腕は隠れるけど、絶対レイヤーしない方が可愛いワンピースとかはやっぱレイヤーしないで着たいから、体をどうにかしないと夏着たい服着られないっていう感じですね。産後のメンタルは安定してましたか？私は赤ちゃんの泣き顔や寝顔を見て毎日泣いてしまいます。お疲れ様です。これ多分ワンオペとかだからだと思うんだよね。私もやっぱり日中ワンオペの時とか、結構夕方ぐらいになると日が暮れてくるといっぱいいっぱいになるタイミングとかもあるし、それがさ、なんかママとかが来てくれてたりとかするとないんだけど、やっぱ一人だともう対息子しかないし、それはすごい幸せなことだしなんだけど、私毎回そういうわけじゃないけど、そういうのが続くとたまにやっぱ家にずっといるのがずっと続いて、で夕方ぐらいでさ日が暮れてきて、また今日も一日あっという間に終わっちゃった、沐浴の時間だみたいな風になる時に、で息子泣いてて泣き止まないとかなると、もうってこっちまで泣きたくなるとかあるけど、あんまりそのメンタルに関しては安定はしてないけど、産後うつとかみたいになる感じもないし、それはもうほんと周りのサポートありきなんだけどのおかげで。でもやっぱこのなんかメンタルって産後のホルモンプラスもう状況があからさまにガラッと変わってるわけだから、ホルモンが影響してなかったとしても多少病むだろうなっていうような生活リズムだから。あと睡眠が取れないっていうのがやっぱ一番大きくてさ、今日とかももう頭痛いの。もう本当に昨日も多分昨日はね調子悪くて4時間ぐらいしか寝られなくて、夜の夜間授乳も
だいたい夜間授乳3回なんだけど、2回私が見たのね、最初と最後だから、もう本当に睡眠がほぼ取れてないような状態で朝から仕事だったから、で今までもうすぐ日が暮れる、今5時なんだけど、もうずっと仕事して合間で息子のお世話してとかやってるから、やっぱね寝不足はきついなって思います。だからメンタル云々ホルモン云々もそうだけど、まずは周りの協力とかがもし得られるんだったら産後ケアに行くとか、旦那さんに協力して1日だけでも夜間授乳、もしミルクとか混合でオプションが、それか看護だったら、搾乳したものとかをあげるようにして、たまに代わってもらうとかして保つしかないんじゃないかなと思います。頑張りましょう。マイルズさんからのプッシュギフトはありましたか？ありません。自分で買おうと思ってたんだけど、私ももう物欲なくなっちゃったからないね。赤ちゃんとファースト海外はどこ行きますか？特に今は予定ないんだけど、ハワイにでも行くかみたいな気持ちではいます。首座ってからがいいので、9月ぐらいにハワイとか行けたらなと。あと11月にマイルズの親戚の結婚式があって、プラスまた去年も行ったサンクスギビングが11月にあるので、でもそうすると長くなっちゃうんだけども、そのタイミングでアメリカ行こっかみたいな感じでは思ってるけど、私は本当はヨーロッパ行きたいんだけど、夏のね。けどなんか子連れでがっつり旅行、ヨーロッパとか観光みたいなとかは結構まだ難しいのかなみたいな。今のなんか逆に歩けないうちの方がいいよとか言われるんだけどね、ちょっとまだ重い腰が上がらない感じでございます。飛行機のマイルどこの貯めてますか？アナの貯めてます。 JAL のももちろん貯めてるんだけど、私もともと JAL 派だったのね。途中でアナに変換っていうかシフトして、最近はアナのをずっと乗ってるっていう感じです。アリサさんは苦手だと思う人とどのように関わりますか？彼氏の親友の彼女なので難しいです。彼氏の親友の彼女が苦手。どうだろう。でもなんかもうその場は普通に接するけど、別に無理に話す必要がないとか思っちゃうんだけど、そういうわけでもないのかな。話した方がいいのか。話すけど、なんかそんな深入りしないで、向こうがなんか話しかけてくれたらそれにを膨らまして話すとかでいいんじゃないかな。苦手な人と自分でじゃあ会わないようにするとかいう選択肢が取れるような状況じゃないってことだもんね。ってなったらその場だけ彼のために仲良くする必要はないけど、普通にお話ししたりとかしてっていう感じで乗り切るかな、私だったら。あんまそういうシチュエーションないけど、逆に私友達のマイルズの友達の彼女とかってそんな別に仲良くならないかも。その場では喋るけど苦手とかもないし、個人的に連絡取るとかもないしみたいな、連絡先も知らないしみたいなことが多いかもしれません。子供ができて気持ちとか自分の性格とか何か変わったことありますか？変わったな。気持ちに関しては母性がすごく出たので、息子が本当に可愛いし本当に愛おしいし、もうこの子のために何でもするっていう気持ちだし、自分軸で自分最優先で生きてきたのが、そこに息子も入ってきた感じ。なんか自分を後回しにするとか犠牲にするとかそういうことではなくって、その人生に息子が入ってきたっていうような感覚っていうか、もう何もかも捨てて息子のために 100% っていうわけでは正直なくって、もちろん息子に対しては 100% だけど、じゃあ私仕事辞めて息子と24時間ずっと一緒にいますっていうのは私は違うし、なんかそこと愛の重さって別にイコールじゃないから、もちろん生活のためにも私も仕事しなきゃいけないし、生まれる前からそれは言ってたことだけど、自分の人生を生きながらそこに息子が入ってくるっていうような感覚っていうのは、それは正直今も変わってないかな。けど全然仕事辞めれるって感じ辞めないんだけど、マインド的に言ってもう辞めれる、ずっと一緒にいられるって思っちゃうような愛おしさでね、それが変わったかなと思います。何からダイエット始めますか？母乳なので食事もしっかり取れたらと思って甘えたばかりです。わかります。私は母乳は甘味よりの混合なので、母乳は毎日あげてるけど、母乳だけで息子が食事をしてるわけじゃないからあれだけど、でもやっぱり栄養を考えながらご飯は食べるようにしてるけど、これ帝王切開あるあるなのかもな、わかんないんだけど、帝王切開って帝王切開する日の前日の夜食べて、そっから2日間ぐらい水も飲めないのね。
ご飯も食べられなければ。で私妊娠中も死ぬほど食べてたの。もう何のリミットもかけずに食べたいもの食べたいだけ食べて生きてたのね。食べたい時間に本当にそんな感じで10ヶ月ぐらい生きてきて、でそんな感じの胃袋が大きくなった状態で帝王切開の時にもう地獄、本当に傷の痛み、産後の傷の痛みはもちろんなんだけど、プラスなんか食べたい、お腹すいた、お腹すいたみたいな、水でいいからみたいな、ガーゼ、濡れたガーゼ口の中入れたりとかして、そんな状態で、でもそれで胃がちっちゃくなったのもあって、で回復食みたいな感じで最初おかゆみたいなのから始め、なんか汁、コンソメみたいな味のついたスープから始めて、うまいうまいうまいって、だしだしだしみたいな感じで、でその後ご飯食べてもやっぱね、そういうさ、なんかよくある1食分、病院食とかの1食分ってもう100足りないの私だけど、ちょっと残しちゃうぐらいの胃の小ささにたった2日でだよなってて、アドレナリンもあったのかもね。だからそれがあってか、そこからそんなに胃が大きくなる、外食もしてない、できないじゃん、してないし、家でなんか気づいたら夕方とかになってて、あ、もう今日何も食べてないやみたいな日とかも全然あるから、1日 1,2 食、多くて2食かなって感じで、ママが来ててご飯3食作ってくれてても、なんか朝はなんかいいや寝るわっていう感じで睡眠優先したりとかになるから、圧倒的に食事の量が減って、それもあってなのか、ほんとね、産後3週間ぐらいで1ヶ月経たずにマイナス10はいったかな、プラス14か15ぐらい、14かでマイナス10はすぐ落ちて、で今マイナス12か、だからあと2キロでもともと体重には戻るんだけど、もう骨盤がなんせ広がっちゃってるから、ボトムとかはやっぱウエストが締まらなくて大変なんだけど、とりあえずは私も運動は一切帝王切開だとかしてなくって、半年ぐらいは運動はしないかなっていう感じなんだけど、半年ぐらいしたら徐々に運動再開で、その前にピラティスとかもうちょっと時間の作り方がちゃんとうまくできたらピラティスはまた戻ろうと思ってるんだけど、そんな感じだから、ピラティスってさ、なんかダイエットにはなんかダイエット向きの別になんだアクティビティじゃないから、どちらかというと調整みたいな感じだからさ、まあそこからどうやってダイエットするか何も考えてないけど、とりあえず食事とかで戻ってきたから、あんまり重たく考えてないっていう感じです。あ、アリサちゃんは英語の読み書きもできるんですか？私はどちらかというと読み書きの方が得意で、大学で英語の勉強をしてたのと、この机に向かう勉強で私英語取得したタイプなのね。結構珍しいと思うんだけど、なので教科書なんて意味ないみたいなのよく言うじゃん。私はすごい教科書意味あると思ってるからわかんない、まあだからその読み書きの方が今はわかんない。長文とかも読まないしさ、まあネットの記事とかは読んだりするけど、本も英語で読んだりとかももう全然してないし、読み書きはしてましたけども、英語を喋ってなさすぎて最近全然喋れなくなってると思う。嬉しい。いつも家にいる時は基本アリサさんの YouTube 見てて、もう見すぎてセリフとか覚えちゃってます。ありがとうございますすごい、私なんて絶対確認の1回しか見ないよ、自分の動画。女性特有のホルモンによる体の変化にどんな対応をしてますか？結構やっぱ体のことをみんな気にするんだね、こうやって質問を見てると。私はあんまり体のことを気にしてないっていうか、顔の方が結構気にしてるっていう感じで、体に関しては、いやなんかそれこそさ、お母さんっぽい上半身とか、まあなんかスッとしたらいいなとは思うけど、あとおっぱいがさ垂れるとかさ、24時間今ブラつけてるのね。でたまにブラしない、あとさ母乳パッドしないと母乳が漏れちゃうから、ブラしないでなんか T シャツとか着てた時に床に座ったら、なんか乳がシュッて、なんかこうあるはずの乳が横から見てシュッてしてお腹にピタッてこうくっついてみたいな、なんかもう中身がない乳みたいな、もう感覚でわかんの。やばーと思って。けどいや悲しいけど、水着着るときは別にさ、そんななんか、まあ、どうにかなるじゃん。私もう裸見せるのマイルズぐらいしかいない。あと温泉とかでしょ。だからなんかおっぱいが垂れちゃってとかはもう本当に何も気にならないかな。あとはもうその丸みだよね。丸みはなんかもうこっからどうしていくかちょっと考えるわって感じだけど、そんなに悩んでないから。妊娠線、正中線、妊娠線はできなかったけど正中線はまだあって、でもそれとかもいつか消えるっしょって感じだし、なんかそんなになんか重く受け止めてないかも、自分の体のことを。それよりなんか早く元気になりたいっていう方が強かったかな、ビジュアルっていうよりは。顔は可愛くいたいのでお肌とか頑張ってますけどっ
って感じかな。若くいたいからね。マイルズさんは気分の変動はありますか？私も彼も気分の変動があるタイプで、一緒にいて悪い方向に影響され合うことがあります。不機嫌なまま過ごすなど。憧れのお二人はどんな感じで過ごされているか知りたいです。息子がギャン泣きしてます、下で。なるほどね。マイルズはないね。マイルズは私が気分の変動はあるけど、マイルズは基本なくって、私があまりにも理不尽ってなんか言ったりするとマイルズも結構はーってなるけど、基本的にマイルズは怒らないし、他のこととかでイライラしてるとかはあってもそれを私にとかはないかな。だからほぼないですね。私がちゃんとしなきゃいけないっていうぐらいかな。でもやっぱね、なんか産後ね、ちょっとマイルズに当たりが強くなってるなって自分では思う。うまく言葉にできないけど、別にマイルズに対する感情が変わったとかではないんだけど、それちょっと気をつけなきゃなって最近自分で思ってる。それこそパパママになってから夫婦関係に変化はありますか？ある気がする。私はあったな。なんか旦那無理になる人とかもいるとか言うけど、そういうのはないけど、最初の1ヶ月とか多分マイルズのこと視界に入ってなかったかもしれない今やっとなんか自分を取り戻してきたからちょっとずつあれだけど、最初の1ヶ月とかなんか息子のことで頭も胸もいっぱいで、マイルズの目とか見れてなかったかも。1ヶ月ぐらいっていうぐらい自分の世界が息子だけっていう感じだったから、なんかそういうのはあるのかなみたいな。今まではマイルズしかいなかったからさ、家にもそうじゃん、2人だけだったからさ、そうじゃなくなったから、それって大きな変化じゃんねって思います。4日一人旅、アリサちゃんならどこ行きますか？私は独身こなしなのでその想定だと嬉しいです。屋久島、もし歩くのとか好きだったら屋久島はめっちゃ良かった。レンタカーして車でなんかね、野生の鹿とかがいる、猿とかがいる道ドライブするのもいいし、普通にその縄文杉、歩く、結構ねフルコースだと7時間ぐらいとかだったかな。めっちゃ良かった。屋久島マイルスと行ったんだけど、一人旅でもすごくいいと思います。で特に夏とかは避暑地っていうか涼しいし、めっちゃおすすめ。屋久島子連れだと逆にね、体力ないと子供が一緒に行けないので、逆に独身こなしで一人旅だったらすごくおすすめだなと思います。好きなカラコン知りたいです。私はオーレンズのニュージーンズのやつでリアルリングってやつの茶色を使ってます。服の断捨離の基準は何ですか？わかんない。苦手。でも似てるのまた買うかもなっていうか、また出るかもな、新しいコレクションで今後っていうようなものだったりとか。いやでもね、5年着てないなってものも捨てられなかったりするの。私結構ユニークな服とかを持ってる。ベーシックなものとかは結構パンパン断捨離できちゃうんだけど、ヴィンテージとかさ、なんかこれここであの時ああやって買ったんだとかいう思い出とかあると、5年とかさ気づいたら5年着てないやんみたいなのとかあったりするんだけど、でも最近は、結構なんかね断捨離するようにはしてるかな。あとは時間さえ見つけて、結構その息子ができて物欲とかも変化が出たので結構断捨離モードにはなってはいるんだけど、そうだからただ断捨離をする時間がないっていう、だから時間ができたら断捨離もがっつりやりたいなって思ってるんだけど、動画回せたらいいね。それもね、着ないだろうなじゃなくて、着ないだろうなってものは絶対着ないしいらないんだけど、着るかもってものが一番難しいじゃん。着るかもってものに対して着なくてもいいかっていうなんていうの、これじゃなきゃダメっていうのじゃなかったら結構じゃんじゃがもう断捨離するように最近は心がけています。りさちゃん本当に大好きです。ありがとうございます。日焼け対策どうしてますか？私は日焼け対策はもう日焼け止めだけだね。あとは本当に日が強い昼間とかに外出るってなったら帽子かぶ、日焼け止めプラス帽子、あとサングラス。目からの紫外線って本当に大事だからサングラスは結構かけるようにしてます。あとはやっぱり家の中でも日焼け止めは必ず塗ってるかな。スキンケアの最後に朝やってるっていう感じで、冬とかはさ SPF30 とか使ったりするんだけど、夏とか紫外線強くなってくるともう必ず50プラスで、だから塗り直しはね最近やっぱあんましてないけど、例えば宮古島行きますとか海行きますってなったらさすがに塗り直しもうファンデの上からとかするけど、基本街に出る時は塗り直しはしないけど、必ず毎日日焼け止めを塗るっていうことはしてます。体はなんか適当に1回塗る、普段は塗らないけど海とか行く時に塗るぐらい。海とか行く時はでも塗り直すか、焼きたいので私は体なので、だから運転中にさここのさ腕が焼けちゃったりするから、そういう時は顔用に車に積んでおいてあるダルバを腕に塗ったりとか、あと手の甲に塗ったりとかしてます。
今度韓国に行きます。初めてならここは行っておくべきご飯屋さん教えてください。チンハルメのタッカンマリです。すごい混んでるんだけど回転も早いし安いし、もうとにかく美味しいので、ぜひ、もうすごい有名なとこなんだけどね、行ってみてください。深いな。今この私の寝不足の脳みそで答えられるかわかんないけど、ちょっとピックしてみますね。今までの人生であれがなければ今の自分はないという出来事や経験があれば教えてください。なんだろうね。けどフィグをやってなければ、多分知らない人もいるかもしれないけど、私フィグ&バイパーっていうお洋服のブランドを大学3年の時からだから、21からお店で始まったのが大学4年の時なんだけど、始めたのがフィグ自体を始めたのが大学3年か。12年間ね、ブランドのクリエイティブディレクター、PR も私も全部デザイナーも全部何もかもやってたのね。でその経験があれかな、それがあるから、もともとその前も雑誌出たりとか表に出るようなことはちょこちょこやってたんだけど、それでフィグ始まって、その雑誌出てるっていうこともそうだけど、それで別にフェードアウト、就職してフェードアウトっていう人もたくさんいるし、そういうパターンもあったんだけど、フィグをやったことによって、私も就職は就職だからさ、それに付随してブランドディレクターとして表に出るようになったりとか、だからだけど正社員だったのね。だからそのフィグでの正社員の経験かながなければ、今の自分の仕事に対するスタンスだったり、クライアントさんに対する自分の在り方だったりとかって、多分やっぱその正社員期間に自分がこうブッキングをする側、される側両方を経験したから分かることだったりとかもあるから、相手の立場になって考えることもなおさらしやすくなったと思うし、なんで9時半6時半で定時で行かなきゃいけないんだみたいな思ってたんだけど、今思えばそれはすごい良かったかな。なんかこの質問って多分こういう出来事っていう一つの出来事のことに対して聞いてるのかもしれないけど、私はその正社員っていう経験、ちょっと大きいことだけど長いことだけど、それかなって思います。あと 2,3 問で終わりたいと思います。最近見たドラマなんですか？イカゲーム見ました。あと私サマーアイター&プリティが大好きなのね。私たちの青い夏だっけ。それがもう最終シーズンがね7月に始まるんです。私チームジェレマイヤなんです。もうジェレが好きすぎ、ジェレ結婚したんだよ。一般人の女の子といきなり結婚したの。いきなりってか私の情報的にいきなりなんだけど、ジェレが結婚したと思って、超かっこいいんだよジェレ。シーズン3が出るので、ぜひ最終シーズンなので皆さん見てみてください。アマプラで見れます。あとイカゲーム見たでしょ。9パズル見たでしょ。セイレーンの誘惑、弱いヒーロー、ユーの最終シーズン、ガンニバルも見終えました。カオスがさ、ネットフリックスなんだけど結構良かった。すごい評価が低くて打ち切りになっちゃったんでしたって。だけど私はすごいね、映像も可愛いしキャストも豪華だし、すごい面白かったです。あとブラックミラーのシーズン7も見ました。もうブラックミラー、私一番 This is Us とブラックミラーがすごく好きなドラマなのね。あとホワイトロータスもシーズン3、リサがね出てるやつ、シーズン3も見たし、結構いろいろ見たね。アギョン、ザ・エイトショー、極限のマネーショー、お疲れ様めっちゃよかった。めっちゃ息子が泣いてる。はい、そんな感じでいろいろ見ました。じゃあ次で最後にしたいと思います。ちょっとね息子がギャンギャンなので。はい、妊娠中にしておけばよかったことはありますか？アフリカに行くこと？それ妊娠中じゃなくて妊娠より前なんだけど、子供ができる前にアフリカは行きたかったなっていうぐらいなのと、あと妊娠中にしといた方がいいことで、自分もしたことなんだけど、やっぱり旦那さんと2人でディナーに行ったりとかお散歩したりとか、それは本当にしといてよかったなって思います。旅行に行くとか、妊娠中だからね行けるところとかも限られるとは思うんだけど、そういう旦那さんとの時間、あと友達とのディナー、ランチは行けてもディナーはマジで行けなくなるって周りからも言われてて、私は先輩ママがたくさんいるからこれしといた方がいいっていうのをすごい聞いていろいろやってたんだけど、ただなんか旦那さんとの時間とか、例えばマイルズとお散歩とかしてて、もうこうやって2人でお散歩できないんだねみたいな感じで思ってたんだけど、それはなんか息子がいることでもっと幸せになったから、例えば息子と3人でお散歩をするってことですごい幸せなことになるんだけど、ディナーとかってやっぱ行ける大人しか行けないところとか、大人しか行けないお宿とかもあるじゃん。だからそういうのに行っといた方がいいのかなって思います。じゃあそんな感じで、ちょっと最後ごめんなさい、息子が泣いててね駆け足になっちゃったんですが、今月の Q&A をお届けしました。毎月皆さん質問ありがとうございます。本当にねたくさんの質問を毎回送っていただいてて、マジで感謝なんですが、全然拾えてなくって本当にすいませんっていう感じで、懲りずにまた
来月もお待ちしてるので、ぜひ来月も私質問送ってください。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。